はい、では始めさせていただきます。クリアコードの藤本と言います。で、フレント D という皆さんもしかしたら使ってるよという方もいるかもしれないですけども、プロジェクトのメンテナをしています。で、今日はなんですが Ruby3 のパフォーマンスについて発表します。で、今日なんですが皆さんせっかく三重まで来ていただいたので、なるべく現地講演のうまみといいますか、いいところを生かして、インタラクティブな講演にしたいなと思ってます。で、実はちょっと最後の方にクイズなんかも用意してますので、30分間ぜひお付き合いいただければなと思ってます。で、最初に話のコンテキストなんですが、まず Ruby3x3、Ruby3 を Ruby2 の3倍早くしようという計画があったんですが、これに実際のアプリから評価を加えようというのが今日の講演の大きなトピックになってます。で、こういう Ruby3x3 を、現実のアプリから評価しようという講演は実際この Ruby 会議でも過去にいくつかありました。で、なので、今日がこれが最初の発表というわけではないんですけども、基本的に過去の講演と何が違うかというと、Web アプリケーション、過去の講演は Rails からの発表がほとんどでございました。で、最初に明確に言っておきますと、Rails からの見え方は私たちフレント D の見え方とは全然異なっております。なので今回はフレント D という全く趣の異なるアプリ、ただ皆さんご存知のように非常に広く使われている Ruby アプリケーションの立場から新しい視点を提供したいなというのが今日の講演になります。すみません、マイクを取れという指示が入りました。もう一つ、最近入った個別の技術について実際のアプリからコメントも加えます。例えば今朝の講演でもありましたが、Shopify のチームが開発した YJIT なんですけれども、ようやく2021年、去年 Ruby 本体に入ったばかりで、まだ広くは使われてない状態にあります。というか 3.2 がまだ出てないのでほとんど使われてない状態にあると思います。で、実際にここに引用しているのは去年の10月のブログ記事になります。で、この書かれている内容として、実はまだ Shopify の社内でも、少なくとも去年の時点ではまだ限られた範囲でのみデプロイ、いわゆるカナリーデプロイメントの状態にあって、実際にユーザーからのフィードバックがぜひとも欲しいという話をされています。ので今回フレント D ではこういった Ruby の新しい機能について、取り込みました。で、なので Ruby のコア開発者からのこういう欲しい、フィードバックが実際のアプリから欲しいという、呼びかけへのアンサーとしての意味も込めている発表になります。で、本題に必要なのでちょっと最初にフレント D の基本について解説を加えたいと思います。ちなみに、フレント D 使ってるよって人ってこの中でどんだけいますかね。おお、ありがたいです。メンテナ冥利に尽きる形になってますので、もうちょっと知ってるよという方もいると思うんですけど、一応ちょっと後の話の前段になりますので、ざっくり簡単に説明したいなと思います。まずフレント D は2011年からもう開発されているプロジェクトで、11年目ですねになります。で、要点としてはいろんなサービスをつなぐログのコネクタだと考えてください。例えば一番左の灰色の枠を見ていただくとエンジン X のアクセスログになっています。で、アクセスログだと当然ファイルにあるだけだと扱いにくいので、例えばエラスティックサーチだったり PostgreSQL の、だったり、MySQL とかでもいいんですけど、そのデータベースに格納したいとします。で、すると当然このアクセスログ形式のテキストをパースして、Postgres だったら右下のインサート部分、つまり SQL に直す必要がありますし、エラスティックサーチであれば JSON 形式で REST API に送る必要があります。で、この一連のパイプライン、NGX のアクセスログを解析して Postgres だったりエラスティックサーチが受け取れる形式に直して実際に送ってあげるというのがフレント D の役目です。で、この一連の流れが全部 Ruby で、基本的に Ruby で実装されている形になります。で、エラスティックサーチだったり Postgres、NGX とかを例に出したんですけれども、Kafka に送ったり S3 に送ったりすることもできます。ので要点としては、いろんなログをいろんなところに送れるようにしようというプロダクトになります。で、今回のちょっと発表と関連する点で言えば、フレント D はむちゃくちゃ大量の Ruby のオブジェクトを扱います。で、例えばこれはちょっと前に GitHub のフレント D のイシューに寄せられたコメントなんですが、ちょっとミリオンで分かりにくいんですけど、日本語に直すと4億から10億ぐらいのレコードを処理されているというコメントになります。
なので流量が均等だと仮定しても、1時間あたり直すと400万件で、1秒間あたり直しても1万件のレコードを処理しています。でこれを365日24時間 Ruby で処理し続けるというタスクを、フレント D で回されているという方のコメントになります。でこれが多いかというとアウトライヤーかというと全然そんなことはありません。私たちもサポートを提供したりするで、実際の企業のお客様の、どんな形で使っているかを見る機会があるんですけども、全然こんな比じゃない流量を処理されているお客さんも結構います。のでなんでこんな流量になるかというと、グローバルに拠点を持つ企業が全てのサーバーに、フレント D を入れて1箇所にログを集約してたりしますし、あるいはアクセス数が途方もなく多いサイト、皆さんもご存知のコンシューマー向けサイトがアクセスログを集めるのにフレント D を使ってたりします。で、ここで書かれた4億から10億ですけど、これを一行一行を Ruby のオブジェクトに直してフレント D は転送します。ので1時間あたり何百万ものオブジェクトを常に24時間365日毎秒毎秒扱い続けるというのは全然珍しくないデプロイになってます。ので要点としては、フレント D は Ruby のランタイムを使い倒しているという形になります。でここから何が言えるかと言いますと、比較として最初に申し上げた通り、過去の Ruby のパフォーマンスのよくある分析は、Rails がほとんどなんです。やっぱり、Ruby といえば Rails になってしまうので。で Rails の基本的な特徴として、DB から何か引っ張ってきて、Web サーバー経由で返すという形になってます。でなので最も重たい処理、例えば大量のデータをどっかから引っ張ってくるような処理は、Ruby の外 MySQL だったり、PostgreSQL だったりがやってる形になります。ので Ruby は実は待ってるだけという時間がかなりあるというのが Rails の特徴です。でこの Ruby 会議でも、3年前ですね、2019年にノア・ギブスさんという方がその趣旨で発表されてるんですが、このスライドに引用しているのはその講演からの、文字に起こした引用になります。で何を言われてるかというと、Ruby3x3 で、3倍になったとしても Rails が3倍になることはないと。でなぜならば実は処理時間の大半が Ruby ランタイムの外で費やされているからであると。例えばデータベースだったり、あるいは Puma だったりの、ウェブサーバーで費やされているから Ruby が速くなったところでそれほどインパクトはないんだということをおっしゃられています。で同じような講演はかなり多いです。で実際にもう一つ Ruby 会議からの講演を引っ張ってきたんですが、これはサミュエル・ウィリアムズさん、今回の会議でも講演されてたと思いますが、基本的なポイントは、先ほどと同じです。で彼らが言わんとしていることは、完璧に意味をなしますよね。なんでかというと Ruby3x3 で3倍になったとしても Rails への速度貢献はずっとモデレートである。なぜかというと、Rails アプリの中で Ruby のコードの実行が占めている部分はほんの一部、このちょっと一番左側を見ていてください。青い部分があるんですけど、この青い部分でしかないからであるので、この青い部分が3倍になろうが、何倍になろうがそれほど全体的なインパクトはないんだというのが彼らの主張でございます。でこういう講演が割と多かったんですけども、ここで明確に言っておきたいのは、今日のトークはそういうトークではありませんので、 Ruby3x3 もう聞いたよという方も現実のアプリから評価しようというやつはもう聞いたよという話を考えられている方もいるかもしれないんですけれども、今日のトークはそういうトークではありません。なぜかというと、私たちは Ruby で実際に重たい処理をやっているからです。でこの点が多分今回のトークがこれまでお聞きになったような講演と最も違うポイントだと思います。でもう一つ、フレント D の特徴として、Ruby を評価する上では一つの特徴として、息の長いプロジェクトというのがあります。先ほど11年やってると言いましたが、RubyV1 の時代から実は開発が続いておりまして、しかも、それぞれの Ruby を梱包したスナップショットが TG-ADINT という形で残っています。で実際皆さんが今 Ruby2.0 で例えば速度を比較しようとして何かアプリを実行しようとしても 2.0 時代のコードとは全然違うので、やっぱり動かすだけで一苦労だったりします。でその点私たちは実は配布パッケージという形で Ruby も全部含めたパッケージが残っておりますので、比較的容易にテストができます。で実際ここに表を出してるんですが、Ruby1.9.3 から始まりまして Ruby2.1.10 で 2.4.10 のパッケージもありまして、で 2.7.6 が今これが皆さんお使いの最新版になるんですけれども、
もあります。で、さらに 3.1.2 も一部の OS 向けに先行して提供してます。で、ちょっと飛び飛びではあるんですけれども、1.9 から 3.2 まで、一貫してテストができるというのが、フレント D の一つの大きな強みになっています。で、ちょっと前段のイントロの話をまとめます。まず一つが、フレント D は非常に Ruby のランタイムのパフォーマンスに依存しているプロジェクトであるというのが言えます。ので、Rails とはやっぱりここが多分過去の公演とは違っているなという部分であります。で、2つ目はフレント D は10年ほど続けているプロジェクトですので、過去のスナップショットが残っていますと。ので、このため Ruby のバージョンを比較する上では、メリットがありますかといいますか、ユニークな強みがあるという形になっております。で、ここからが本題になります。まず今回、過去のスナップショットを利用して Ruby のバージョンごとにパフォーマンスを実際に測定してみました。で、ちょっとどうやって測定したかを説明しているのがこちらの図になります。で、基本的には一番左から流れていく形なんですけども、非常に大きなファイル1000万行の LTSV と NGX 今回2種類用意しまして、これをフレント D に読み込ませた形になっています。で、一行一行読み込んでそれぞれパースしていって、でさらに出力してそのスループットをカウントした形になっています。で、基本的に皆さん今フレント D 使ってるよという方も多かったので、よく使われているフローじゃないかなと思います。何かファイルを読み込んで、アクセスログだったり読み込んでそれをパースしてどこかに送るというのが基本的なワークロードなので。で、これが、今日のメインのトピックになります。Ruby1.9 から 3.x までフレント D を動かしまして速度を計測した結果です。で、縦軸が、1秒あたりに処理できた行数になりますので、高ければ高いほど性能が高い形になります。で、横軸が、Ruby のバージョンになってます。で、一番右端は 3.2.0 ってあるんですけども、当然まだ未リリースですので、私の手元で Ruby のマスターをビルドしました。で、一番右の 3.2.0 プラス YJIT というのはさらにそのビルドした Ruby に対して YJIT を有効化した結果になっています。で、見ていただけると、ちょっと分かる全体的な傾向は明らかだと思っております。1.9 だと秒間 8.5 万行ですねぐらいを処理できるのがせいぜいだったんですけども、 2.1 で10万行を超えるようになっています。で、 2.4 で13万行、 2.7 で19万行に到達して、で、3.1 で同じぐらいだったんですけども 3.2 でまたちょっと良くなって、さらに YJIT をつけるとまた良くなってという形になってます。で、ここから言えることとして、Ruby3.2 は 1.9、これは8年前の2014年ですねにリリースされたバージョンなんですが、その3倍のスループットが出ていることがお分かりいただけると思います。一番左が8万5000で2万6008、2万違います26万8000なので、3.1 倍ぐらい出てることがお分かりになると思います。で、同じようにエンジン X のアクセスログをフレント D で解析して計測したのがこちらのグラフです。で、基本的には前のスライドと同じパターンが見ていただけると思います。1.9 では6.6 万行処理できるのがせいぜいだったんですけれども、Ruby のバージョンを追うごとにおおむねパフォーマンスが上がっていって、3.2 では1秒間に17万行処理できるようになっています。なので、NGX のアクセスログをパースするようなケースでも、1.9 と比較して3倍にこそ及べないんですけども 2.5 倍ぐらいになっていることがお分かりいただけると思います。で、従いまして、2015年、7年前の Ruby の講演で松本さんが述べていたことをちょっと英訳してスライドに載せたんですけれども、Ruby3 は Ruby2 の3倍速くなる、何をやれば3倍速くなるかって分かってる言ってるわけじゃないけども、先にゴールをセットしてどうするかを考えようとちょっと宣言されておられました。で、今日のポイントとしては 1.9 と 3.2 の比較ので、ちょっと 2.0 と 3.0 ではないちょっと微妙な曖昧な部分はあるんですけども、おおむねこの宣言が達成されているというのが私が言いたかったポイントになります。で、これをぜひ今日強調したくてこの場に来た形になります。
というのも過去のやっぱり Rails の講演だと、Ruby3x3、悪くないけど別にそこまでのインパクトはないねみたいな話が多かったんですので、多分 Ruby コア開発者の方からするとというちょっと歯がゆい思いをされているところがあったんじゃないかなと思うんですが、私たちフレンドリーにとってはちゃんとパフォーマンスのインパクトとして現れています。これはぜひとも言っておきたいと思います。もう一度繰り返します。私たちにとって Ruby3x3 はおおむね実現されました。ありがとうございます。でちょっとここからが話が転換するんですが、じゃあこれで完璧ですね、もう私たちフレンドリー開発者でも完璧に満足してますねかというと、ちょっとこれをもう少し広いコンテキストに位置づけさせてください。でこれはメジャーなスクリプト言語ごと、具体的には Ruby と Python と Lua と Perl で基本的に1対1に対応するようにテキストをパースするコードを書きました。でそれを同じマシンの上、同じファイルを各言語で処理させてスループットを比較したものですので、言語間比較になっております。で Ruby については 3.2、 手元にビルドした 3.2 を利用して YJIT があるものないもの、先ほどの、パフォーマンス改善でビルドしたものをそのまま使いましたので、 YJIT ありなしで2種類計測しました。で Lua につきましても、LuaJIT という有名な JIT 実装があるので、こちらも2パターンで計測しました。でちょっとどんなコードをでベンチマークしたかをお見せしたいなと思います。まずこれが計測に利用した Ruby と Python の実装でございます。左側がもう皆さんおなじみの Ruby でして、右側が、Python の実装になっています。でほぼ完璧に対応してるんじゃないかなというのがお分かりいただけると思います。というのも、まず最初に LTSV という関数、行ごとにほぼ対応してるんですが、 LTSV という関数を定義してまして、最初にハッシュオブジェクトを出します。レッドですね。で、行をタブ文字で区切りまして、でさらにタブ文字で区切ったものをコロンで分割してます。6行目までですね。で出来上がったキーとバリューをハッシュに代入してます。でそのハッシュを返却してます。完璧に Python と Ruby でやってることは同じですよね。で本文では、標準入力から一行一行を読み出して LTSV で関数、今先ほど定義した関数で解析してます。で最後に、ぐるぐる回した後に最後に、最後の1個のレコードを、一種のサニティチェックみたいな形で出力して終わるという形になってます。ので Ruby と Python が全く同じ処理をやってるということがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。でこちらはちょっと短めにいくんですけど、Lua と Perl の実装です。今回頑張って Perl を書きました。ありがとうございます。これが今回の講演で一番大変なところでした、実は。でちょっとごめんなさい、余談になります。ちょっと馴染みがないかもしれないんですけども、特に Lua はちょっと馴染みがないかもしれないんですが、本質的に先ほどと同じ処理 LTSV 関数があってハッシュオブジェクトに格納して、で本文ではぐるぐる回しているということがお分かりいただけるかなと思います。で最後なんですけど、Lua と実は Perl は直接ハッシュオブジェクトをきれいにプリントできないので、ちょっとループを回してキーバリューを出力させてますが、基本的に Ruby と Python と同じような形で出力しているので、こちらについてもやっぱり各言語で完璧に対応していることがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。でこれがクイズになります。Lua と LuaJIT だけは埋めてます。Lua だと、先ほどの関数を回すと1秒間に40万行ぐらい処理できました。で LuaJIT なんですけども、これが原作者がマイク・パルという方なんですけども、やっぱりこれは秒間100万行ぐらい処理できて、一番早かったです。これがさすがマイク・パルだなという感じでございました。で残るは Ruby3.2、Ruby3.2、YJIT、Python、Perl という4種類になってます。でこれがどういう順番でしょうというのが今日の皆さん向けのクイズになっております。ちょっとこれを考えていただきたいなと思います。でちょっと今日どうやって普段だったら、コロナ前だったらマイクを回すとかができたんですけど、ちょっと多分それ難しいだろうなと思ったので、先ほど急遽ちょっと3択を用意してきました。先ほどこの図に対応してます、遅い方から、3種類用意してました。まず最初が、Perl が一番遅くて、次が Python で次で Ruby が一番早いよという形の
答えになってます。で2番目が、Python が一番遅くて Ruby が2番目で Perl が一番早い、Luajit の次に早い形になってます。で最後が Ruby が一番遅くて次がPerl、で Python が一番早いという答えになってます。Lua がちょっと強調されてますけど、こんな形になっております。で、これが正解だと思うものを、皆さんに聞いてちょっと拍手、自分がこれが正解だと思ったら拍手いただきたいんですけど、よろしいですかね。この図でございます。で左から先ほどのこの3択で埋めていただくというのが形になってますので、まず1番、Perl が一番遅くて、次が Python で Ruby が一番早いという答えだと思う方は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ2番目 Python が一番遅くて次が Ruby で Perl が一番早いという答えだと思う方は拍手をお願いします。ちょっと先ほどより多いぐらいですかね。で3番、Ruby が一番遅くて次が Perl で Python が一番早いという答えだと思う方は拍手をお願いします。割れましたね。3番が多分213の順番じゃないかなと思ってます。で答えなんですけれども、こんな形になってます。でこれが、今日のトークの第2のポイントになります。まず今回利用したコードは実際にフレント D で使われているパーソンの LTSV パーソンのコードです。でそれを実際に、各一行一行対応するように、ほぼ完璧に対応するように忠実にコードを各言語に翻訳しました。で全く同じマシン、全く同じデータを与えて、もう可能な限り条件が揃う形で計測したのがこの図になってます。でこれまでの議論の通り Ruby3x3 で過去の Ruby と比較して確かに大きく速度改善はされたんですが、もっと広い視点、他の言語を含めたより広い視点で見たときに実はものすごく速いかというとそうとは限らないというのがポイントになります。で特にテキスト処理のケース、私たちフレンドにとっては一番重要な使い勝手なケースなんですけども、他の言語と比べてちょっと見劣りするケースがあるというのが正直な現状になっておりますので、 YJIT を有効化し3倍になって、かつ YJIT も有効化してもこのぐらいになっているという形になって、Luaにちょっと遅いぐらいになってしまっているというのが現状になっています。ちょっとワークロードにもよって違うので参考値ではあるんですが、でじゃあこの話がどこにつながるかと言いますと、去年の松本さんの講演を聞かれた方ならお分かりいただけると思うんですが、 Ruby3x3 リビジテッドというのをやろうという話をされてたと思います。何かと言いますと Ruby3.x は Ruby3.0 よりも3倍早くしようということを宣言されていました。でこれが本当に実現されるとフレント D 開発者としてはもちろん嬉しいですし、先ほどの話、他の言語と比較してちょっと見劣りがするねという部分も解消されるかもしれないなと思っておりますので、ぜひともちょっと私たちの希望をかけている形になります。でこれと並行しまして、昨年の講演でも実は触れられていたんですけども、 Python ではマーク・シャノンという方の計画に基づいて、毎年 1.5 倍の速度向上を繰り返して4年で速度を5倍にしようという計画を立てています。かなり野心的な計画です。でこれがいわゆるシャノンプランと呼ばれる計画です。で画面に出しているのは、先々月あった EuroPython というイベントでの進捗のプレゼンテーションになりますので、ちゃんと進捗しているというのが一つの話です。で去年の発表でもちょっと同じ話は触れられてたんですけれども、そこからの大きなアップデートとして実は Python3.11 の RC1 のリリースがちょうど1ヶ月前8月8日ですねに公開されました。でそこから引用してます。で彼らが何を宣言しているかというと、標準ベンチマークで 10% から最大で 60% で平均すると 22%、 実は GitHub の最新のやつだと 29% ぐらい改善してたんですけどもという発表をしてますので、 3x3 リビジテッドのような計画は他の言語でも実は一足先に進んでいて、もう成果を出している状態にありますので、 Ruby の開発者の方が見るとちょっといろいろこれコメントがあるところだと思うんですけども、フレント D というアプリ開発者の立場からすると Ruby3x3 リビジテッドがぜひ実現されると嬉しいなと思っております。でここまでのまとめとしては、Ruby3x3 はフレンド D については実現されたというのはこれは明確に言えまして、現実のパフォーマンスへのインパクトがあった形になっています。でただ他の言語と比較するとまだまだ高速と言えるまでには至っていません。
で将来としては多分 Ruby3by3 リビジテッドにつながっていくんだろうなという話になります。ここまでが前半のまとめでございました。で最後なんですけども、ちょっとフレント D 今回 Ruby3 に移行しましたので、まだ多分 Ruby3 に自分のアプリ移行してないよという方も多いんじゃないかと思いますので、ちょっとあと残り5分なので、その私たちが移行した経験に基づいて各論形式で駆け足でちょっと各技術について議論します。でまず Ruby3.x なんですけども、移行がどんだけ大変だったかというと、おおむねスムーズにアップデートできました。で完全にトランスパレントかというと実はそうではなかったんですけども、フレント D でも主に Windows についてですね、バグだったり互換性の問題があったんですけども、バグの側が実は本体に報告して直していただきました。で互換性の部分はフレント D 側で直して、ほぼほぼおおむね動くようになってます。Windows 系のちょっと非互換点がちらほらあって、そこが動かなかったというのがなので、割とちょっとマイナーなところであります。で今はもう Ruby3 の最新形でほぼほぼ動くようになってますので、来年3月にフレント D も Ruby3.2 ベースで、正式にリリースする予定ですので、皆さんもまだ移行されてない方も Ruby3 にちょっとインストールしてみて動かしてみれば多分動きますし、最初に申し上げた性能改善も享受できる形になっているので、ぜひちょっとここは試してみていただきたいなと思っております。で Ruby3.2 に移行すると何がいいかというと YJIT が使えます。でこれは、フレント D の立場からすると素晴らしいの一言につきます。フレント D に YJIT サポートを有効化するオプションを追加したんですが、これを有効化することでちょっと、正規表現とかはやっぱりそんなに速くならなかったんですけど、ワークロードによるんですけども、約 10% の速度向上が確認できました。で実はこれもトランスパレントかというとそうではなくて、3.2 の今プレビューが出てるんですけど、それで動かすとフレント D がクラッシュしたりするので、ただ3.2 の今マスターだとスムーズに動くので、来年3月のリリースに入れる予定でございますので、多分 3.2 でほぼほぼ完璧に動く形になるかなと思っております。でなので、3.2 を来年3月でリリースいたしますので、 YJIT についても現実の運用でフレント D の運用で使われ出すと思います。で引用しているのが私の PR で、ちょっともともと言える予定だったんですけども、この Ruby 会議あるのでせっかくやろうということで先行して実装して入れましたというのがこの PR になってます。で最後にラクターについてですね、ここまで聞かれた方はちょっと分かると思うんですが、今回のトークでラクターという言葉はこれまで1回も出てません。でなぜかというと、まだ我々が実は使いこなしていませんという形になります。で一番ちょっと大きなボトルネックになっているのが、ラクター使うと並列実行ができるんですけれども、オブジェクトの共有に制限がつくんですね。で実はこのフレント D のベースのかなりベースの部分にあるところにその制限に引っかかる仕組みがありまして、各クラスが共有してるんですけども、のでこんな形で、これだと Apache2 パーサーを入してるだけなんですけども、ラクターの中ですると怒られますという形になりますので、フレント D は今数千個プラグインがあるんですけども、ラクターの中でそれらが全部一切使えないという形になっているというのがちょっと今の残念な状態になっています。のでラクターをちょっと活用しようとすると、フレント D のベースの部分をちょっと直してちゃんと動くようにエンジニアリングする必要があるんだろうなとちょっと思っておりますので、まだちょっとそこまで到達できてないので、ラクターを利用したという報告ができるのは、できるとしても多分来年以降になるかなと思ってます。でこれが、今日のトークの最後のスライドになります。で話をまとめると Ruby3 は、フレント D の割と大きなアプリですけども、スムーズに移行が可能でしたので、互換性に配慮されているというコメントは当たってたなという形でございます。で YJIT はやっぱり素晴らしいですね。で来年3月に正式リリースするので、またちょっと話ができればな、実際使ってみた経験とかの話ができればなと思います。でラクターは今ちょっと取り掛かっていますので、来年に交互期待、こちらも来年に交互期待という形になります。以上、クリアコード藤本の講演でございました。ご清聴いただきありがとうございました。